License Service。ご視聴していただきありがとうございます。この動画は今日の学科問題の第1回目から第20回目までをまとめて再編集したものです。すでにご視聴いただいた方につきましては同じ内容となりますが、もう一度ご視聴してみたいと思われる方は、この動画をご利用いただければ幸いです。それでは始めます。第1回目です。左右の見通しの利かない交差点を通行するときは、自分が優先道路を通行している場合であっても徐行しなければならない。答えは、×です。見通しの利かない交差点は徐行場所ですが、優先道路を通行している場合は徐行しないで通行することができます。しかし、交差点に入ってくる他の交通には十分注意しましょう。第2回目です。貨物自動車に荷物を積んだときは、荷物の見張りのためや荷物の積み下ろしのために必要な最小限度の人を荷台に乗せて運転することができる。答えは、×です。貨物自動車の荷台は荷物の転落や荷崩れなどをしないように見張りのために人を乗せることはできますが、荷物の積み下ろしを目的に人を乗せることはできません。また荷物を下ろした後も荷台に人を乗せて運転することはできません。第3回目です。この標識のある道路を乗車定員2名、車両総重量 7500kg、最大積載量 4500kg の中型貨物自動車で通行した。答えは、○です。この標識は大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車が通行できません。車両総重量 7500kg、最大積載量 4500kg、乗車定員2名の中型貨物自動車は特定中型貨物自動車ではないので通行できます。第4回目です。オートマチック車を信号待ちなどで停止させているときは、すぐに発進できるようにハンドブレーキはかけず、ブレーキペダルを軽く踏んでおくのが良い。答えは、×です。停止中は必ずブレーキペダルをしっかり踏んでおきましょう。アクセルペダルを踏まなくても、車がゆっくり動き出すクリープ現象で追突などの事故を起こすことがあります。念のためハンドブレーキもかけておきましょう。第5回目です。二輪車を安全に急停止させるためには、前輪ブレーキは補助的に使い、後輪ブレーキをできるだけ強く踏むと良い。答えは、×です。急停止するときは、前輪は強めにかけることができますが、後輪は弱めにかけます。ブレーキをかけると後輪は浮き上がろうとするため、路面とタイヤの接地力が減り、スリップを起こしやすいので軽くかけます。しかし、前輪は路面に押さえつける働きが起き、路面とタイヤの接地力が増えるので、スリップを起こしにくいため、強いブレーキをかけることができます。このような二輪車の特性から、安全に急停止させるためには、前輪を強めに、後輪を弱めにかけます。ただし、雨天など路面が滑りやすいときは、前輪もスリップを起こしやすいため、前後のブレーキをかける強さを変えることも必要です。またこのような操作には高度な技術が必要です。第6回目です。この標識のある道路では、普通自動車は原動機付き自転車を追い越すためであっても、進路を変えたり、その横を通り過ぎてもいけない。答えは、○です。この標識は、自動車や原動機付き自転車を追い越してはいけない場所であることを示しています。しかし、自転車などの軽車両は追い越すことができます。また、道路の右側部分にはみ出さなくても、自動車や原動機付き自転車を追い越してはいけないことにご注意ください。追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止の標識と間違わないようにしましょう。第7回目です。横断歩道などに近づいたとき、横断する歩行者などが明らかにいないときは、減速しないでそのままの速度で進むことができる。答えは、○です。横断歩道などに近づいたとき、横断する人がいないことが明らかなときは、そのまま進むことができます。
しかし、横断する人がいるかいないか明らかでないときは、横断歩道などの手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。また、歩行者などが横断しているときや、横断しようとしているときは、横断歩道などの手前で一時停止をして歩行者などに道を譲らなければなりません。この問題のまとめです。横断歩道などに近づいたときは、歩行者の行動をよく読んで回答します。その歩行者の行動が、1、いないことが明らかなときは、そのまま進むことができます。2、いるかいないか明らかでないときは、停止できるように速度を落として進まなければなりません。3、横断しているときや、横断しようとしているときは、一時停止して、道を譲らなければなりません。これらの歩行者の行動をよく読んでくださいね。第8回目です。警察官が腕を垂直に上げているときに、警察官の身体の正面に並行する交通に交差する交通は、赤色の灯火の信号と同じ意味である。答えは、丸です。腕を垂直に上げている警察官の身体の正面に並行する交通に交差する交通は、赤色の灯火の信号と同じ意味です。なお、警察官の身体の正面に並行する交通に交差する交通とは、身体の正面に対面する交通と同じ意味で、警察官などのお腹や背中に向き合う交通のことです。第9回目です。歩行者のそばを通行するときは、歩行者との間に十分な間隔を空けるか、徐行しなければならないが、歩行者が歩道にいるときはその必要はない。答えは、×です。たとえ歩行者が歩道や路側帯を通行している場合であっても、安全な間隔を空けなければなりません。また、安全な間隔を空けることができないときは、徐行しなければなりません。第10回目です。交通整理されていない見通しの利かない交差点に入るときに、交差道路を通行する車がなければ、たとえ交差道路の道幅が広いときでも徐行の必要はない。答えは、×です。交通整理されていない見通しの利かない交差点に入るときや、交差する道路の道幅が広いときは、交差道路を通行する車などのあるなしにかかわらず、徐行しなければなりません。第11回目です。雨の中を高速走行するときは、ハイドロプレーニング現象が起きる恐れがあるので、タイヤの空気圧は高めに調整した方が良い。答えは、×です。ハイドロプレーニング現象とは、雨天時に高速走行すると、タイヤと路面の間に水の膜ができ、その水の上を滑走することです。この現象を防ぐためには、すり減ったタイヤを使用しないことや速度を控えることが大切です。そして、高速走行するときにタイヤの空気圧を高めに調整するのは、空気圧が低いとタイヤの後ろに波の形が現れ、タイヤが過熱してバーストの恐れがある、スタンディングウェーブ現象を防止するための準備です。第12回目です。この標識のある車両通行帯を普通自動車で通行しているときに、後方から路線バスが近づいてきたが、前方の交差点を左折するため、その通行帯をそのまま通行した。答えは、丸です。路線バス等優先通行帯を通行している場合でも、左折する場合は、その通行帯から出ないでそのまま通行することができます。ここで、路線バス等優先通行帯について解説します。路線バス等優先通行帯は、路線バスなど以外の自動車も通行できます。そして普通自動車で通行するときに、路線バスなどが近づいてきたときは、その通行帯から出なければなりません。また混雑により、その通行帯から出られなくなるときは、初めからその通行帯を通行してはいけません。しかし、右左折する場合や工事などでやむを得ない場合は、その通行帯から出る必要はありません。そのまま通行することができます。なお、小型特殊自動車、原動機付き自転車、軽車両は、交通が混雑していたり、後方から路線バスなどが接近してきても、その通行帯を通行できます。第13回目です。
黄色の線で区画された車両通行帯のある道路の交差点付近を通行している時に、後方から緊急自動車が接近してきたので、左の通行帯に進路を変えて一時停止した。答えは、丸です。車両通行帯が黄色の線で区画されている場合でも、緊急自動車に進路を譲る場合は、この黄色の線を越えて進路を変えることができます。車両通行帯が黄色の線で区画されている場合は、この線を越えて進路変更をしてはいけませんが、緊急自動車に進路を譲るときや道路工事などで通行できないとき、元の車両通行帯に戻るときは、進路変更ができます。第14回目です。標識により追い越しが禁止されている場所でも、普通自動車は、原動機付き自転車や軽車両であれば追い越すことができる。答えは、×です。軽車両を追い越すことはできますが、原動機付き自転車を追い越すことはできません。この標識は、自動車や原動機付き自転車を追い越してはいけないことを示しています。第15回目です。この標識は、自転車専用道路であることを示している。答えは、×です。この標識は自転車横断帯であることを示しています。下の図は自転車横断帯の表示です。自転車横断帯は自転車が安全に道路を横断するために設けられた場所です。なお、こちらの標識が自転車専用道路や自転車道を示す自転車専用の標識です。第16回目です。高速自動車国道の本線車道で、標識などの最高速度の指定がなく、道路の構造上往復の方向別に分離されていない区間の最高速度は、一般道路と同じである。答えは、丸です。標識などで最高速度の指定がない高速自動車国道の本線車道は自動車の種類による最高速度がありますが、本線車道の構造上往復の方向別に分離されていない区間の最高速度は一般道路と同じです。第17回目です。小型特殊自動車、原動機付き自転車、軽車両は、一番左側の通行帯が路線バス専用通行帯に指定されている時でも、その通行帯を通行することができる。答えは、丸です。小型特殊自動車、原動機付き自転車、軽車両は、車両通行帯のある道路を通行するときは、右折するときや道路工事でやむを得ない場合などを除き、一番左側の通行帯を通行することが定められています。そのため、路線バス専用通行帯が一番左側の通行帯に指定されている場合でも、小型特殊自動車などは、その通行帯を通行することができます。第18回目です。杖を持って歩いていたり、歩行補助者を利用していたり、通行に支障のある高齢者のそばを通行するときは、安全な間隔を空けるか徐行して、高齢者が安全に通れるようにしなければならない。答えは、×です。杖を持って歩いていたり、歩行補助者を利用していたり、通行に支障のある高齢者のそばを通行するときは、一時停止か徐行をして、このような高齢者が安全に通れるようにしなければなりません。歩行者のそばを通行するときは、安全な間隔を空けて通行するか、安全な間隔を空けることができないときは、徐行して通行しますが、この場合のように、子供や体の不自由な人など、自らが危険に気づき、安全を確保して通行することが困難な人のそばを通行するときは、さらに、それらの歩行者が安全に通れるように、一時停止か徐行をしなければなりません。第19回目です。この標識がある道路では、車と路面電車は時速 50km を超えて運転してはならないが、原動機付き自転車は時速 30km を超えて運転してはならない。答えは、丸です。この標識のある道路では、車と路面電車は表示された速度を超えて運転してはいけません。
この場合は時速 50km を超えて運転してはいけないことを示しています。ただし、原動機付き自転車は、規制標識などによって時速 30km を超える最高速度が表示されている道路であっても、時速 30km を超えて運転することはできません。また、故障車をロープなどで牽引する場合なども、規制標識などで表示された最高速度が、定められた法定速度より高い場合は、その法定速度を超えて運転してはいけません。第20回目です。この信号機に対面する自動車や原動機付き自転車や軽車両は、この信号機のある交差点を矢印の方向に進むことができる。答えは、×です。赤色の灯火が点灯していても、右向きの青色の灯火の矢印が点灯しているときは右折や転回ができますが、この場合、軽車両や2段階の右折方法により右折する原動機付き自転車は進むことができません。これで、今日の学科問題の再編集動画は終了です。次は21回目からの編集動画を作成しますので、ご視聴いただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。